いやー、まさかのトラブルでテンションだだ下がり。年間1000展示のアート巡りを動画でシェアします。アートな視点を楽しむコウスケです。今回は大阪の人気美術館2つをはじめ15カ所のアートを巡ります。サラ・モリスの大規模展をはじめルイ・ヴィトンでジェフ・クーンズ、スタバ前の大きな宝石やこんな空間、幽霊や足で描いたアート。これまつげです。人気のお好み焼きも。チャンネル登録お願いします。阪神尼崎駅改札内にある阪神そば。コスパタイパーがいいから大人気です。すぐ出てきます。柔らかめで味は結構薄味でした。徒歩6分、尼崎市総合文化センターへ。4階です。ここにあるのは白髪和夫記念室。今回は奥さんの白髪藤子さんの展覧会に旦那さんの作品もこうしてありました。藤子は隙間を作品にしてるイメージかな。静と動、静かと動きというか、藤子は静、和夫は動って感じですね。和夫のサポートのために藤子は5、6年しか活動してないんですよね。だから作品点数が少なく貴重みたいです。徒歩7分、Aラボは元公民館、つまり尼崎市が運営していて、若手アーティストの発表創作の場になってます。結構いつも面白いんでお気に入りの場所です。これ幽霊をモチーフにしたアート展。ここ尼崎ゆかりの近松門左衛門は人形浄瑠璃を怪談話に生かして人間の情念を描写したんだそうです。幽霊が描かれてきた歴史には目に見えない存在に託した人々の思いがあったんですね。本展のアーティスト碇環奈さんは現代における幽霊の表現を探求しています。幽霊みたいな怖い体験とかしたことありますか？私は幽霊とかスピリチュアルとか目に見えないものは信じないタイプで、小学生の頃にもすでに学校行事でキャンプした時の夜に先生方が肝試しを企画してくれたんだけど、布をかぶってお化けに扮した先生の布を全部剥ぎ取ったりした思い出があるんですけど、一回だけ知らない電話番号から電話かかってきて、出てみたらおばあさんの声で助けてとか言うんですよ。めっちゃ怖いですよね。で、最初はいたずらかなと思ったんだけど、ちゃんとおばあさんの声だったんで、いたずらではないなと。ただ私じゃない名前呼んでて、間違い電話かなと思ったんだけど、話しかけても全然話が通じなくって、仕方なく切ったんですけど、なんか気になってたまんないですよね。で、かかってきた電話番号調べたら、祖母の住むエリアの病院だったんですよ。で、偶然、その数週間後に祖母が亡くなったんですよね。それでも、単なる偶然だと思うし、別人だし、でもそれにしても偶然すぎて、なんか不思議な体験でした。現代における幽霊の表現、見えていないもの、見ようとしてこなかったものを表現するアート。あなたはどう感じますか？ぜひ今動画を止めてコメント欄にあなたの視点を書いてもらえると嬉しいです。さあ、尼崎から電車で大阪中之島美術館へ。こういうシーンよく見るんだけど、わざとなのか見えてないのか、どっちなんだろう。興味深い。
2026年に見たいアート展として別の動画でも上げていたサラ・モリスの取引権限。デザインっぽいクールな作品たち。なんかタワレコっぽいね。この右の作品、これなんてタイトルだと思いますか？意地悪ナースです。なんかあったのかな。サラ・モリスは都市や権力の仕組みを線と色で描く作家。新作の壁画スノーデンもただの抽象画じゃない感じ。最初に気になったのはピンクの帯。ビル屋上の柵みたいに見えます。オレンジや黄色の横線は階段みたいけどグラフにも見えるかな。街の景色というより情報って感じ。未来っぽくて全部が整理されすぎた社会っていう感じ。全てがデジタル化した世界って見えてちょっと怖くも感じます。タイトルのスノーデンってアメリカ政府の問題を暴露して話題になったあの人の名前ですよね。とても洗練されていて素敵なインテリアショップにいる時の気分に似てるかも。これは音声レベルメーターみたい。こんなのもありました。ポスターの上から描いてるのかな。映像作品もありました。日本の影響を受けた作品も。ぜひサラ・モリスについてもあなたの視点、感想を聞いてみたいです。難しい言葉じゃなくてもどう感じたかだけでも。いつものこの子もいましたよ。すぐ近く中之島三井ビルディングには吉水博さんのルビウスがあります。心斎橋へ電車移動してパルコへ。1階から3階の柱にアートがあるパルコウォールギャラリー心斎橋。ワールドカップ始まりましたね。定期的に作品を変えてるし気軽に見れるのでパルコウォールギャラリー心斎橋おすすめです。さてすぐ近くのルイ・ヴィトン、大人気のジェフ・クーンズ店やってます。ジェフ・クーンズの別れた奥さんが元セクシー女優なんですよね。インタビューで彼はピンクとかアニメっぽいものとか人の気を引くポップなものは価値が低く捉えられがちだけどそういうものが好きならそれでいいと伝えたいみたいなことを言ってます。そういう俗っぽい作品がこの資本主義の象徴のようなルイ・ヴィトンに展示されてて何千万円の価値があるっていうのが面白い。なんとなく10万円で売られたうまい棒現代美術味を思い出します。夕食、店を探すのが面倒で店がたくさんあるパルコに戻りました。いつもカレーかラーメンばっかりなんでたまには別のものを。
なんか無性にアヒージョ食べたくてバルに来ました。1日目はここまで。さて、大阪深江橋に来ました。正直わざわざこのエリアに来てもこのギャラリー一つしかないんで、ちょっとなんかアート巡りとしては効率が悪いというか、もっとねこの辺にいっぱいギャラリーがあればアート巡りしやすいんだけどってこの勝手なこと言ってますけれども、今回は一番メインの目的の国立国際美術館が今日夜8時までなんで、ちょっと時間に余裕があるということでまずはこちらに来ました。縄浩平さんとかね、いろいろ素晴らしい作家さんを扱ってるギャラリーです。ギャラリーの丸来るの3回目くらいかな。今村はじめさんの個展です。これは難しいこと抜きに誰もが楽しめる、興味が湧くインスタレーションですね。よく見ると動物だったり植物だったりいろいろあります。鑑賞するというより体験するアート展って感じですね。なんか無意味にぼーっと見続けちゃう感じで、瞑想、メディテーションみたいな。上にもくるくる回りながら個々が影響し合ってギャラリー空間全体を緩やかに浮遊する感じ。あなたはどう感じますか？なんか私は社会そのものって感じがしてきました。人や生き物、あるいは出来事が近づいたり遠ざかったり、2階へ行ってみます。この展覧会もあなたの視点、感想を聞きたいです。感じたことをぜひコメント欄で教えてください。ギャラリー一つだけでしたが、見に来た価値ありましたね。面白かったです。では電車移動です。肥後橋駅に来ました。国立国際美術館が一番の目的なんですけど、その前に他のギャラリーも行きます。さて、このビルに3つぐらいギャラリーあるんで順に見ていきます。まずはカロブックショップ&カフェ。懐かしい雰囲気と柔らかな感じ、なんかノスタルジックな雰囲気ですね。
ここカレーもやってて気になるんだけど、まだ食べたことないです。これ植民地主義と鉄道についての展覧会ですが、コインがたくさん並んでます。線路に置いて鉄道に踏ませたコインなんですよね。鉄道が物流などによって経済発展に貢献したわけですが、同時に越境による多文化への侵食を進めたわけで、その矛盾の象徴みたいな。面白かった。下のフロアにも続きがあります。バーバリーみたいかと思ったらつけまつげです。これこういう細かい作業得意ですか？私は無理だな。すごいですこれ。3階のよしみアーツではグループ展やってます。インパクトありますね。これ九谷焼のバナナ。いや、特にコインのやつ面白かったな。言われてみればそうなんだけど、その鉄道が、植民地支配において、重要な役割を担ってたとか、あんまそういうこと普段考えないもんね。美術館行く前にちょっとカフェ行きます。カフェといってもそのアート鑑賞しにカフェ行きます。 ABC ってテレビ局の隣のカフェですね。なんかゆるい感じで生き物が描かれてます。あれ、ちょっと時間の計算ミスったな。意外と時間ないぞ。ちょっととりあえずサクッと休憩するか。中之島美術館の1階にあるミュゼカラト。カフェオレ880円なので、スタバとかよりは高めですね。さて、それでは本日のメイン、国立国際美術館へ行きます。マジかよ。東京アートビートに騙されたよ。土曜日も20時までって書いてあったけど17時まででした。最悪。そう、まさかの今日のメインの目的が消えてしまった。何事も一時情報を確認しなきゃですね。人からの情報より現場、情報サイトじゃなく公式サイト。仕方ないんで他にものんびり
行きたかったギャラリーを回りつつ、最後、DJ のイベントライブ楽しみにしてたんで、それ行きます。こちらは東京にもある YOD ギャラリー。飲食店とかも入ったビルの2階です。ここはポップなのもやるときあれば、こんなカオスなのもやる感じで面白いです。トイレはトイレって名前で用を足す目的がはっきりしてるし、アートギャラリーはアートを展示して販売する場所なわけだけど、名前も意味も定まらず、用途も決まってない空間に身を置いたら世界をどう感じるかという展覧会。アートでもよくこれどういう意味って話になったり、私も何事にも意味を見出したいタイプですが、一方でここ10年ぐらいは意味のないことの価値を感じるようになりました。効率的じゃないことや一見無駄に思えることの価値というか、ライフハックとか効率化みたいなのが流行ってた2000年代後半ぐらいのライフハックブームが終わって、コロナを経験したり AI が浸透した今、より一層それを感じます。みんなが一律の最適解とかマニュアル化じゃなくて、個人個人の考えとか感じ方、むしろその人と違うユニークネスとか、そういうところに美しさや面白さが現れるし、それってまさにアートですよね。ちょっと時間がなくて行けないと思ってた梅津さんの展覧会行きます。ちょっと離れてたんで行けないかと思ってたんですが、時間ができちゃったのと、あとループで移動しました。怪我の巧妙というのか、行くの無理かなと思ってたギャラリーへ来れてよかったです。人というギャラリーです。いつもは壁を塗ったりする梅津さんですが、ここはギャラリーの都合で難しかったのかな。藤田美智子さんという作家さんとコラボしています。なんかベタにお好み焼きとかたこ焼き食べたくなってきたな。阪急メンズ大阪に来ました。グループ展ですね。あちこちで見たことある作家さんがいっぱいあります。さて食事です。今回はこの店にしました。お好み焼きゆかりホワイティ梅田店、大人気なんで仕方なく並びます。関西の人はお好み焼きは家で食べるもので、お店で食べないって本当ですか？さて DJ とちょっとしたアートを見に行きます。梅田は道むずいよな。あったー、あそこに
タイムアウトマーケットって書いてあります。梅田にあるおしゃれすぎる大人のフードコートタイムアウトマーケット大阪。けど一方で集客に苦戦してテナントの撤退が多いっていうニュースも見ました。けどこんな感じでちょっとしたアートもあったり、飲食店はフードコートにしては高いけど人気店がたくさん集まってます。そして今回のように DJ とかライブとかイベントやるんで私は割と好きです。今回は大好きな京都ジャズマッシブ沖野義弘さんの DJ を見に来ました。音楽を聴きに来たファンは少数で食事しに来た人が多そうです。ここではミュージックチャージは無料で人気 DJ の音楽を楽しめてすごくいいですよね。めちゃめちゃかっこよかったです。今回のアート巡りどれが気になりましたか？私はサラ・モリス良かったです。幽霊のやつも普段はあまり関心がないんで逆に面白かったかな。ジェフ・クーンズやくるくると空間を浮遊する今村はじめさんも良かったです。コメントや高評価、ハイプ、更新の励みになります。次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。